どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただきありがとうございます。今回はApple 3月に発表会あるんじゃないか、どうなのっていうことについてお話ししたいかなと思います。最近やはりですね、iPad 出るんじゃないんですか？今買ってもいいんですか？みたいな質問がすごい来ますので、そこにお答えするような形ですね。ようやく Apple の春がね、そろそろやってくるんじゃないかということが言われておりますが、正直じゃあ何が出るのっていうところをお話ししていきたいと思います。で、意外なあれも出るかもっていう、One More Thing じゃないんですけども、そういったところも見ていきたいかなと。で、まずはですね、やっぱりiPad かなと思います。昨年ですね、2023年初めて1年間通して iPad 登場してから初めて新しい iPad が出なかったんですよね。何が出るのかっていうところなんですけど、まずiPad Pro でございます。M3 のモデルが出るんじゃないかというところですね。今、M2 のモデルが発売されてるんですけども、だいたい約5、6年ぶりぐらいですかね。ようやく刷新されるんじゃないかと言われております。で、何が変わるのというところなんですけども、一番最大のところは、有機 EL ディスプレイ搭載かなと思います。いわゆる OLED って言われるところなんですけども、テレビでよくある有機 EL みたいなやつです。で、今、現行のですね、iPad Pro は、いわゆる液晶ディスプレイ。12.9 インチっていう大きいモデルはね、ミニ LED っていうのは入ってるんですけども、どうやらこれが両方とも同じ、結局、有機 EL になるんかいっていう感じなんですけども、Apple としては、まず、この Apple Watch とか、iPhone、有機 EL 全部なりましたし、で、それに続いて iPad Pro もっていう流れ、みたいです。ディスプレイサイズの方も微妙に大きくなるみたいで、12.9 インチのモデルが13インチになるみたいですね。11インチがで 11.1 みたいな。基本的にはそんなに変わらないと思うんですけども、例えばそのミニ LED の今の現行のモデルとかと比べると、まず黒の表現っていうのは、真っ暗な表現っていうのはやっぱ有機 EL 綺麗にできます。あと消費電力が減るんですよね。で、バッテリー持ちがね、良くなってくれればいいかなとは思うんですけども、画面サイズが微妙にね、大きくなるって言われております。本体についてはですね、さらに薄くなるんじゃないかっていうことが、最近また言われ出しまして、今5.9ミリかな、11インチで。6ミリぐらいなんで、かなり正直もう薄いんですけども、さらに薄くなると。例えばこの 9to5Mac っていうところによると、新しい iPad Air と、iPad Pro、Air もちょっと後で説明するんですけど、噂が言われてますが、11インチに関しては、だいたい今5.9ミリから、5.1ミリ。12.9 インチに関しては6.4から5ミリ。5ミリ12.9 インチ13インチになるか分かんないですけど、13インチの方が薄くなると。めちゃくちゃ薄いな、これは。やっぱり有機 EL も薄くしやすいんですかね。ついてはどうですか、皆さん。薄くなると、やっぱりこう、折れるというか曲がる心配も非常にありますが、MacBook のね、15インチとかも、大きいモデルね、去年出たんですけども、そこはかなりね、苦労したみたいだけど、クリアしてるみたいなんで、この薄さもね、注目したいところですね。めちゃくちゃ薄いね、5ミリって。iPod ね、iPod Nano とかより薄いですかね。iPhone でもだいたい8ミリぐらいあるんで、で、あとはやっぱり、M3 チップの搭載かなと思います。MacBook Pro とかにね、10月ですかね、搭載されておりますが、それが今 M2 のチップから M3 になるというところです。もちろん前よりは上がるとはいえ、大きな変化はないかなと思いますね。基本的には、今 iPhone この15 Pro に乗ってる A17 Pro チップがベースになるんじゃないかと言われてますので、今 M2 チップのベースが A15 チップっていうね、ちょっと前のやつなんで、だいたい 20% から 30% ぐらい性能のアップは見込めるんじゃないかなと思います。そういった意味でやっぱりそのゲームとかは iPad Pro ですね、かなり、最近あとデスストランディングとかね、僕もやってるんですけど、すげえ面白い。コンソールゲームっていうね、ゲーム機でしかできないような、パソコンでしかできないやつが、今 iPhone とかできるようになったんですけど、Mac とか。やっぱ iPhone でやると結構熱くなったり、バッテリー消費激しいんで、iPad Pro でやるとこれかなりね、面白いんじゃないかなと思います。GPU とかもね、やっぱ M3 ちょっと変わってますし、ゲームのその体験みたいなところは良くなるんじゃないかなと思いますね。で、あと噂されてるところでいう新機能だと、MagSafe 搭載ですね。MagSafe 充電で、いわゆるワイヤレス充電になるんですけど、今、iPhone に搭載されてる、後ろの MagSafe っていう磁石でくっつく機構が、もしかしたら、iPad に入るんじゃないかっていう iPad Pro ですね。背面を一応ガラスにして、ガラスだとワイヤレス充電できるので、気を通すのでっていうところなんですが、全部、例えばガラスにしちゃうと、すごい本体が重くなっちゃったりとかですね。もちろんだけど、落とした時にバリバリになっちゃうんで、ここはなんでもしかしたらその Apple の後ろのロゴだけガラスにしてやるんじゃないかっていう話があります。ただここに関してはどうなんだろうなっていうところもあって、実際 iPad MagSafe になって便利なのかっていう
っていうところはなんかちょっと使いづらいんじゃないかなってのは思ったりするんで、それかもう一つ案としてはその MacBook のですねコネクタみたいな感じでマグセーフでカチッてケーブルみたいなのをひっつけるっていうところですね。コネクタでマグセーフ充電 MacBook のカチッてくっつく充電器みたいな感じのものをなんかつけるんじゃないか。ただこの iPad 単体のまた端子とかになるとなんか物議は呼びそうなので、例えばせめてMac と同じようなものなのか、マグセーフの方が個人的には使いやすいかなとは思うんですけども、どうですか皆さんここら辺ね。ワイヤレス充電は欲しいとは思うんで、どうなるか注目したいかなと思います。ぜひ気になる方ね、どうなったらいいかみたいなのあればコメントいただければと思うんですけど、で、あとやっぱりアクセサリー類ですね。こちらもずっと変わってないので、ようやく来るんじゃないかということで、新型のこのマジックキーボードと、あと Apple Pencil ですね。マジックキーボードに関しては、このモデルはラバーというかゴムっぽい感じで、プラスチックなのかな。便利は便利なんですけど、高級感あるかって言われるとちょっとどうなのかなっていうところはあるので、どうやらよりこの Mac みたいな感じで、トラックパッドをですね、このマウスを動かす部分が大きくなったりとか、ゴムっぽい感じなんですけど、それがアルミ使われて、よりもっと Mac っぽくなるというか、MacBook にデザインが近くなるんじゃないかと言われてたりします。なので、そういった面はいいんですけども、こうなるとやはり価格の方もですね、おそらく上がるんじゃないかな。iPad Pro もなんかすごい価格に、なるんじゃないかとは言われてますが、ここら辺が非常にね、怖いかなと思います。今3万、4万ぐらいしますからね、キーボードなのに。iPad が買えるような値段にはなりそうな気はします。あと、Apple Pencil ですね。第3世代についてもね、アップデートそろそろかなというところで、少し前に、USB-C のモデルがね、こう出たりはしたんですが、で、主な機能としては、言われてました iOS17.4 って最新の OS の中から探すアプリと連動するようななんか手がかりが出てきたということなんで、Apple Pencil ですね、iPhone とかの探すアプリでこう例えば音を鳴らすとか場所の位置が分かるようになるんじゃないかと言われております。Apple Pencil 結構ねなんかなくしやすいんで、これはありがたいですね。AirPods みたいな感じで。あとは、このペン先がですね、着脱式になって、磁石でこうくっつくタイプになって、こういろいろ変えれるようになるんじゃないかなとか言われておりますね。用途に応じて、こうなんか細いやつとか太いやつとか、先を変えるとかなり書きやすくなったりするので、これは結構いいアイディアかなと思いますね。で、あとこれいろんな、アクセサリー類とかも充実しそうなので、これは Apple なんか好きそうだなっていう、なんか儲かりそうな匂いがするので、っていう感じでございました。iPad Pro ね、こんな感じだったんですけど、また詳細もう少しもう動画出そうと思ってますので、ぜひね、ここ気になるとか、iPad Pro どうですか？ぜひコメントいただければと思います。久々のアップデートになりそうなので、で、続きまして、iPad Air ですね、第6世代でございます。基本的にはね、iPad Pro とかに似てる感じはあるんですけども、見た目とかデザインに関しては、おそらくあんまり変わんないんじゃないかなって思いますレンダリング画像っていうのが、少し出てまして、設計図ですね、試作だと思うんですけども、これが一応正面の画面の、いわゆる設計図になるんです。CAD 画像ってやつかな。にあんま変わんないというか、やっぱり iPad Pro と比べると、こう周りのこのベゼルっていうんですかね、の部分が結構太いなっていう印象は、ここはやっぱ差別化ねっていう感じなんでしょうね。ただ、このカメラ部分に関しては結構変化が見られまして、なんか昔のちょっと iPhone X とか iPhone XS みたいな縦長のカメラですね。iPhone なんか16も縦になるんじゃないかみたいなことを言われてるので、ここはね、なんか注目したいところではあります。そして iPhone も縦になるかもしれないし、CAD 画像ですね、を元にして、こんな感じのデザインになるんじゃないかなって感じですね。iPhone がやっぱこう丸くなったので、MacBook も今丸くなって、角がね、iPad もこんな感じになるんじゃないかなっていう気はします。確かに。持ちやすくはなりそうですけどね。で、あと、新しく、12.9 インチですね。大きいサイズの iPad Air も出るんじゃないかと言われております。実際MacBook もですね、15インチって大きい MacBook Air に関しても出たので、ここは出そうな気がしますね。いろんな情報出てきてますし、おそらく一応 LED になるのかなと思います。液晶ディスプレイ。中身はね、完全に一緒で、本当画面だけ大きいものになるんじゃないかなと思います。チップに関しては今 M1 チップなんで、これが M2 チップになるんじゃないかなというところでございますね。中身のこう、順当なアップデートというか。あと細かいところで言うと Wi-Fi 6E とか、Bluetooth 5.3 ですね。この辺のWi-Fi の速度とか、6E に対応したらさらにね、Wi-Fi ルーターの方も対応してないといけないんですけど、Bluetooth の接続とかの改善ですね。ここら辺は新しい Mac とか全部iPhone もそうなんですけど、変わってるので、これは順当に変わってくんじゃないかなと思います。ただ、そんなもんかなと思います、正直。なので、いかがでしょう皆さん。ぜひね、iPad Air 気になるかどうかコメントいただければと思います。こういったところが気になるとか。見た感じはそんなにやっぱ変わんないかなっていうデザインはちょっとね、変わりますけど。はい。で、あと M3 の MacBook Air ですね。
ここに関してもそろそろじゃないかと言われております。僕は6月ぐらいかなとは思ってはいるんですが、もしかしたら3月あるかもしれない。ただ基本的な変更点としてはこの M3 チップ搭載ぐらいかなと思います。今M2 ね、チップ載ってるんですけど、そう考えるとやっぱ iPad Air と MacBook Air 同じようなラインになってるなと。さっきと同じような感じで Wi-Fi 6E とかあたりですかね。細かいそのアップデートはこうちょいちょいあるかなっていう感じはします。で、デザインに関しては基本変わらないと思いますので、詳しくはね、この、M2MacBook Air今買ってもいいんですかっていうところに関して答えてますので、この動画ぜひ見てもらえばと思うんですけど、なんで結論としては全然ね、買っていいんでいいと。で、やっぱデザインに関してはもうほぼ変わらないっていうか、一緒でしょう、おそらく。ね、2022年かな。終わりに5年ぶりにアップデートされたんで、もしかしたら新しいカラーは出るかもしれませんけども、M3 になって劇的に変わるっていう感じでもないと思います。おそらく2、30% ぐらいの、性能アップに収まるだろうと。バッテリー持ちがもしかしたら良くなるかもしれないですけど、ただやっぱ価格アップの心配とかは非常にあります。iPad Pro、iPad Air しかりですけど、全体的にやっぱり今物価が上がってきてるし、今円安ですよね。150円な感じなんでずっと。149円、150円なんで、ここがちょっと怖いです、正直。ということで、M3 に関してはですね、この動画でまとめてますので、以前チェックしていただければなと。はい。で、あとこの Mac の選び方については今全部最新モデルで解説してますので、これ非常にね、初心者でも見やすくなっておりますので、ぜひチェックしてみてください。どうですか M3MacBook Air。皆さんは待ちますか？どう思いましたか？ぜひコメントいただければと思います。じゃあこの発表会についていつ頃になるんだよと教えろという声がそろそろ聞こえてきそうなので、大体予想です。今までの傾向からしてこのぐらいになりそうじゃないかっていうところなんですけど、やっぱ3月の終わりっていうように言われております。で、大体アップルの発表会傾向としてはやっぱ火曜が多いです。これよくわかんないんですけど、大体火曜が多く当たるそのブルームバーグのマーク・ガーマン記者も結構3月後半っていう風に言ってるので、この人めっちゃ当たるんでね。3月後半の火曜日だと大体3月、カレンダー見ると19日、26日あたりなんじゃないかなと思います。もしかしたら12日とか、たまにやっぱ3月早めに開催する場合もあるので、大体その週の金曜日に発売か、もしかしたらプレオーダー予約ですね。か、当日、予約開始で発売みたいな感じだとすると、19日発表会やって22日に発売とかかな。もしかしたら予約かもしれないですけど、26日に発表終わって29日に、発売っていう風なのが結構、現実的なのかなと思います。で、大体2週間前かな。1週間前か2週間前に招待状みたいな感じで来るので、早ければ3月どうですか ?5 日5日とか12日ぐらいは待機しておいた方がいいかも。いきなり来週やりますよみたいな感じで来るんで、ここら辺かなと思います。大体。で、あと新学期キャンペーンっていうのが今、学生向けでやられてるんですけど、大体その期間内に発表されることが多いんですよね。これは勝手な体感ですけどね、やってて4月10日までなんですよ。なのでそこぐらいまでには僕は出るんじゃないかなと思いますので、そのね、ちょっと前ぐらいにはなるんじゃないかなっていう気はしてるんで、3月後半っていうのは結構リアルな気がしてます。はい。どうですかね皆さん。いつ頃になると思いますか？てかそもそも3月あると思いますか？ぜひね、コメントいただければと思います。はい。どう思うか。で、一応ワンモアシングじゃないんですけども、なんかもう一個ぐらいなんかあるんじゃないかっていうところですが、例えばですよ。これわかんないけど、今までの傾向的にはこの新しい iPhone のカラーっていうのが出るんじゃないかっていうことも言われております。去年の場合だとですね、イエロー出ましたね。2023年3月は iPhone 14、14 Plus に黄色出ました。イエローカラーが。で、その前の年は iPhone、13かな。13ミニですね。これグリーンが出ましたね。はい、この後出しじゃんけん。で、あと13 Pro はアルパイングリーンっていう感じで出てます。で、2021年4月も、パープルが出ましたね。iPhone 12の。iPhone 発売から半年経つと、やっぱり話題性が一回落ちてくるので、そこで一回上げるっていうね、新色で。っていう手法は最近されてますね。この後出しじゃんけんうまいですよね。買おうかな、どうしようかな。うわ、新しい色出た。いいじゃん。買おうってなりますもんね。ならねえか。はい。なので、もしかしたら、例えば iPhone ね、15 Pro だったら、グリーンだったらこんな感じになるんじゃないかとか、赤とかね。はい。最近プロモデルはね、10プロモデル出たのはやっぱその13の時だけにはなってるので、チタニウムね。出てほしいですけどね、1個ぐらい。なんか面白いかなって思うんですが、噂で言われてるところだと、この iPhone 15のモデルの、プロダクトレッド。今まで、プロダクトレッドのモデルずっとあったのに、急になくなっちゃったんで、そろそろ出るんじゃないかみたいなことを言われております。今、ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、
と、一応ブラック的なやつかね。こんな画像がね、ありました。これコンセプト画像ですけどね。この赤どぎついなと思ったんだけどもう少し多分やばい色にはなりそうですけど、今ね、やっぱ iPhone 15ね、結構高級感もあって、すごいね、白っぽい感じ。なんかインク切れみたいなね、話題になってましたけど、どうですかね。でも赤は赤でね、すごいいいかなと思いますし、プロダクトレッドね、話題にもなりそうなので、はい、すごいカラーだなとは思ったけど、どうですかね。皆さん、気になるカラーとかありますかね。この色あったら嬉しいよとか、ぜひあればね、教えてもらえばと思います。iPhone 15自体はね、非常にいいというか、僕も気に入ってますので、ちょうど今、5% 還元かな。楽天レイベイツの方で、詳しくはこの動画の方でお話ししてますので、あとレビュー動画とかもあるので、ぜひチェックしてもらえばと思います。どうですか皆さん、気になる製品とかありましたかね。ぜひ教えてもらえばと思います。僕はやっぱり iPad Pro が気になってるかなと思いますが、値段がね、どうだろうね、13万、4万ぐらいになりそうな気がするんで、ですね。M3 のモデルは出たら買おうと思ってます。MacBook Air は。なんでぜひね、この辺も注目したいかなと思います。で、そうだ、あと iPhone のアクセサリー類とか、あと今、最近ショートも頑張ってるんで、1分で見れるんで、チェックしてみてください。ということで、また次回の動画で、この動画ね、少しでも役に立った、面白いな、また見たいなって方は、ぜひ、高評価とチャンネル登録、あと通知ベルも押してもらうと、最新情報届きやすくなりますので、よろしくお願いします。僕のモチベーションになりますので、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い週末をお過ごしください。じゃあ、またね。めっちゃ来るね。金が。てか、ビジョンプロをね、買わないといけないから。それだけで50万だよ、だって。でも iPhone 新色はちょっとずるいな。あれずるいっすよね。M3 MacBook Air は買うからな。iPad も楽しみっすけどね。見てから決めようかな。